20年以上前に4歳の姪と食べたシナモン。あの甘さと大きさに圧倒された記憶がこのレシピの原点です。日本人向けに甘さを引き算して生地の旨味を足し算にしました。動画の最後に美味しく食べる小話をちょっとしていますので、ぜひ最後まで視聴してください。こんにちは、松尾美香です。今日はシナモン風シナモンロールをご紹介します。心と時間を豊かにする3日経っても硬くならないパンを一緒に作っていきましょう。まずミキシングです。今日は機械でこねていきます。ホームベーカリーをお持ちの方は一次発酵まで行ってください。手ごねの方は他の動画を参考に強いグルテンをしっかり作りましょう。まず低速で3分ぐらい回します。材料が混ざったら高速にしていきましょう。8分ぐらいしっかり回していきます。グルテンチェックをします。指が透けるぐらい薄い膜が張るようになったら完了です。バターを混ぜていきましょう。台に出して生地を丸めます。生地が 1.8 倍くらいになるまで発酵させます。30度で40分ぐらい、もしくは暖かい場所に置いておきましょう。フィリングを作ります。無塩バターは室温に戻しておきましょう。ブラウンシュガーを使うのは単なる甘さだけではなくコクが欲しいからです。シナモン 15g は一見多そうですが、これが大人の満足感につながるので量は減らさないでくださいね。発酵が終了しました。10分休ませます。成形していきます。35×25 くらい伸ばしていきましょう。手前から巻くときはきつく締めすぎないようにしてください。最終発酵で生地が伸びようとする力を邪魔しないためです。ゆとりを持って巻くことが中心が飛び出さない美しい渦巻きになります。
75度で35分発酵させます。フロスティングを作ります。レモン汁を 5g。 このわずかな酸味が甘さを引き締めてくれます。もう一口食べたいと思わせる魔法の隠し味です。最終発酵が完了したので焼いていきます。190度で12分焼いていきましょう。焼き上がりました。フィリングがちょっと流れ出て美味しそうです。見てください。こんなにふかふかなんですよ。まだほんのり温かいうちにフロスティングをのせていきます。このパン、フロスティングをのせてすぐ食べても美味しいんですけれども、実はもっと美味しい食べ方があるんです。それは一度冷凍することです。電子レンジで数十秒温めてみてください。フロスティングがとろーり、それだけじゃないんです。パンも口の中でとろけるような美味しさに変わります。ぜひ試してみてくださいね。今日も一緒にパン作りを楽しんでいただきありがとうございました。もっと深く学びたい方向けに動画講座もご用意しています。詳細は概要欄をチェックしてくださいね。もしこの動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。作った感想などのコメントをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。